レイン先生の熱血授業編。集められたのはいつもの教室。どうやら今回はいつもと違うようで。逃げさしまくり大学ボートレース学部の教授レイン・パターソンだ。出血を取るぞ。先生じゃなかったオリバー君。3をつけろや目隠れ娘。というのは冗談で。はい、23時所属、普段は教授、今日は学生側で頑張らせていただきますオリバー・エヴァンスと申します。よろしくお願いいたします。よろしく頼む。オリバー君に対して教えるのはちょっと緊張するんだが、今回は私が教授としてビシバシ行くからな。はーい、しっかりと学ばせてもらいますけれども、レイン君に名前で呼ばれるのなんかすごい違和感感じるな。変な感じするな。ね今までのボートレースのことをいろいろ学んできたかとは思うんだけど、改めて今回はオリバー君が、君たち初心者にボートレースを勉強してもらおうと思うぞ。はーい、これは実際ありがたいですね。やっぱり興味は湧いてきてはいるんですけれども、まだまだわからないことがたくさんありますので。任せてくれ。それでは本日1限目はボートレース場の基礎情報だ。オリバー君は日本にボートレース場っていくつあるか知ってるか？確か24でしたよね。過去にね、こちらで学ばせてもらいましたからね、しっかりと覚えてますよ。一番北が群馬県の桐生で、南は長崎県の大村ですよね。さすがオリバー君。24条あるんだけど、それぞれ特徴があって、モーニング場、デイ場、ナイター場って分かれてるんだ。ボートレース琵琶湖はデイ場で、本場は10時開門、17時閉門が一般的だな。ちなみに1階の外向け販売所レイクル琵琶湖は朝8時から夜21時まで空いてるぞ。なるほど。それ以外のナイター場、モーニング場はやっぱり夜遅くまでだったり朝早くからやってるんですかね？そうなんだ。ナイター場だと15時から始まって最終レースが21時前までになる。逆にモーニングだと朝8時15分からスタートするぞ。そうなんですね。我々配信者と同じでいろんな時間にやってるんですね。そうなんだ。レイクル琵琶湖みたいな外向け販売所やインターネットを通じてボートレース場以外の場所でもボートレースを楽しめるんだ。そんな24条ある中でもボートレース琵琶湖についてさらに詳しく説明するぞ。デイ場のボートレース琵琶湖は京都駅から最寄りの JR 大津京駅まで電車で10分で行くことができるぞ。電車で10分って言われるとだいぶすごく行きやすい場所にありますよね。そうなんだよ。京都観光のついでに行けるんだ。そしてボートレース選手はそれぞれ全国を回りながらレースに出るんだけど、ボートレース琵琶湖の滋賀支部だと馬場選手や遠藤選手が有名だな。前にインタビューに答えてくださった馬場選手。馬場選手は支部長なんですよね。そう、馬場義也選手は支部長の大ベテラン。これが馬場選手のレースだ。5号艇が馬場選手だな。レース始まりましたね。いやー強いですよね。僕が前見させていただいたやつもめちゃくちゃ強かった記憶がありますので。そうなんだよ。さて、位置についたのかな。そうだ、黄色が5号艇だな。2日目の梅雨明けから真夏に入った5号ボートレース艇の馬琵琶湖場選手。開設68周年記念 G1 琵琶湖大賞。予選道中から乱戦の様相の今大会、絶対的シリーズリーダーは不在。5号艇っていうとでもあれですよね。やっぱ不利ですよね。そう言われてる。優勝戦を迎えました。松井茂、近江を制して天下を取ってきました。当地6回目の G1 ゲットへ。5コース5号艇地元3人目滋賀馬場義也。念願の地元記念初制覇へ5コースからそうだから確かあれですよね。その外回りの人たちは始まり外からすごい助走をつけるっていう。そうなんだ。ハッシュ勢と呼ばれるんだな。しかしタイムがずれるときついペナルティーがあると。
タートしましたさあ始まったぞ。コーススタートはインコース2コース3コース1号艇2号艇3号艇。さて、いや横並び一戦ですね。こうなるとやっぱインが有利なんじゃないですか。思いきや見てくれこれそうなんだよ。もう状況を見てそうスッとな今結構外に出てズンって一気になんだよ。 3人割り込んで、そしてトップで踊り出るこのカーブのうまさ、これが我らが馬場選手。そうなんだよ。圧巻だよな本当に。いやすごい、しかもぶっちぎりじゃないですか。そうなんだよ。もうターン2ターン目を回る頃にタはーンのあれギリギリ見ましたあれ。ももう選手がちょっとV みたいなやつを V みたいなやつをかすめてましたよ。そうなんだよ。ギリギリで本当にすごいよな馬場選手。いやすごいですね。2番手は3号艇君島、3番手は1号艇突っ張ってくるも、ここで1号艇皆さんもやっぱカーブうまいですけど、なんか滑らかさが違いますね。そうなんだよ。優勝戦っていうことで、このレース6日間行われるレースのうちすごくいい成績を収めた方々が出てるところだから、これでこの運転、本当このレースを馬場選手がしてるってことは本当にすごいことなんだよ。つまりこれはもう皆さん精鋭なのに、その精鋭たちをぶっちぎってるってことですよね。そう、圧倒的っていう言葉が不利と言われる5号艇から、そうなんだよ。いやー圧倒的だ。まさに圧倒的なんだよな。地元初 V、G1 初 V。ゴールしたぶっちぎりだな。ぶっちぎりですね。2位との着差がすごいですね。続いてなんだが、はい、レーサーって約1600人ぐらいいるんだけど、女性はだいたい200人ぐらいいて、その中でもトップクラスなのが遠藤選手なんだ。なるほど。つまり男性女性関係なく戦える競技なんですね。そうなんだよ。男女混合のレースが普通だからな。そんな遠藤選手のレースがこちらだ。お、見ましょう見ましょう。すっごい雨が降ってるんだよ。いやーきつそうですね。で今回は雨のせいで船が重くなったりとかしないんですかね。確かに。でも視界は絶対に悪くなってると思うんだ。そっか、視界悪いもんね。ヘルメットしてますもんね。で今回は1号艇ということで白色が遠藤選手だ。なるほど。1号艇につけたからにはその高ポジションをキープしたいですね。お、すごいラインが出てる。そうなんだよ。出るんだ。これはね、この前のね SG 優勝戦のレースなんだよ。ほう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 。さて一斉にスタート。おお、しかし4号5号6号もなかなかいいカーブをしていますね。しかし遠藤選手の見事なカーブ。今あれですね、内に行くとぶつかりそうだったから、あえて真ん中でカーブしたような感じが僕には見えましたけど。そうなんだよ。あまり内側に入りきってはないんだが、それが遠藤選手の判断によって今見てくれ。ここはもう伸びきってるんだよ。伸びきってました。すごい綺麗に、しかもカーブした後の伸びがすごかったですね。そうなんだよな。内側に入ってたら団子状態になって、この選手とごちゃごちゃってなっちゃったのに、内に入らずにちょっと外から回っていくっていうこの瞬間の判断、すごいよな。先ほどのレースで団子状でぶつかってましたもんね。そうなんだよ。すごい。見てくれ、2周目でこんなにぶっちぎってるんだぞ。素晴らしいですね。そう、しかも SG だぞ君たち。 SG っていうのはスペシャルなんだぞ。すごくないか。こちらも皆さん精鋭ということですよね。そういうことだ。確かあれでしたよね。男性の方が体重があるからカーブはしやすいけど、女性の方が軽いからその後の伸びがいいっていう。そう、直線が有利と言われてるんだ。いやしかし遠藤さんのこのカーブからの伸び、本当に優雅ですね。おお、さすが先生じゃない、オーリバー君、いいところに気がついたな。そうなんだよ。そう、美しさを感じます。綺麗だよな。しかも今回船の色はね、白のまま相まってまるで白鳥のよう。うわっ、こと言うな。さがだ。お、そして見見事な勝利。こちらもぶっちぎりでしたね。さすがだよな、本当に。
これ女性の選手なんですよね。そうなんだよ。かっこいいですね。いいよな本当に。そんなレーサーになるにはだな、なんと2、30倍の倍率をくぐり抜けて養成所に入って1年勉強、さらに国家試験を勝ち抜かないといけないんだよ。もう養成所の段階で振り分けられちゃうんですね、その入るのに。そうなんだよ。すごい、めちゃくちゃ大変だ。私たちも2時3時に入るときオーディション大変だっただろ。別に別にいやいや、大変でした、大変でした。そうだよな。なんかちなみになんかオーディションの時の思い出とかってあったりするか？思い出、普通に大学教授ですって言って受けただけなんですけど、最初の面接の方がすごいウェイウェイ系な人で、ウェイウェイ系なんかパリピみたいな、ウェイスースースみたいな感じの人だったんですよ。で僕結構ほらオフだと僕も結構緩い感じじゃない？そうだな。こんな感じでいいんだと思ってウェイウェイって僕も返したら、それをノリで最終面接も行ったら、ウェイスなんとかすよろしくお願いしますみたいな感じで言ったら、〇〇です、どうぞお席にお着きくださいみたいな。ここしっかりしてる場なんだなと思って。よく受かったな、先生。じゃあそれは。いや僕どっちかっていうと真面目な方が得意だから。いやでも温度差に風邪ひきそうになってびっくりしたよ。なんかの罠かと思った、あれマジで。そうなんだ。そう、レイン君はじゃあそれで言うと、そのオーディションの説明を受けるときに、なぜか夜間の話で盛り上がったのが印象的だったな。夜間の話？なんかすごく夜間で盛り上がった。夜間にするかケトルにするか、夜間の形のこだわりをっていう話をすごくした覚えがある。面接官の方と。そうなんだよ。そのくだり後でちょっと聞かせて、すごい気になるわ。ちょっとこの後のレースの話は頭に入んなくなるから後で聞かせて。確かにな。レイン先生、近江ポイントクラブって何ですか？説明しよう。ボートレース琵琶湖で電話やインターネットで船券を買うとポイントがつくんだ。そのポイントを集めるとここでしかもらえない特典と交換できたり、なんとキャッシュバックもできちゃう。しかも入会費や年会費は無料。ボートレース初心者も上級者も近江ポイントクラブをチェックだ。そんなレーサーになった後も、勝率が低いと引退しないといけないし、24条を転戦しながら日々厳しい体重制限などを行っているんだよ。そっか、体重制限もあるんですね。それは厳しい。そうなんだよ。で、24条どれくらいの頻度で皆さん移動するんですか？いい質問だな、オリバーくん。各選手のスケジュールはボートレース公式ウェブサイトで見ることができるんだけど、馬場選手で言うとこんな感じだな。本当だ、すごい。本当にいろんなところ行き来しないといけないんですね。そうなんだよ。ボートレースは一節6日開催が基本で、前験日にモーター、ボートを抽選で決定した後、4日間の予選で得点率の上位18人が5日目の準優勝戦に乗ることができるんだ。だから予選の4日目は準優勝に乗れるか乗れないかが決まる勝負がけの日なんだよ。この準優勝戦3レースのそれぞれ1、2着計6人が最終日の12レース優勝戦に乗るというわけで、この6日間のレースを各地で繰り返しているんだぞ。なるほど。つまり最終日はすごい選手たちのレースが見れるってことですね。そうだな。ところでオリバー君はレースにグレードがあるのは覚えてるか？もちろんです。上から SG、G1、G2、G3、そして一般戦ですよね。さすがオリバー君。ちなみに琵琶湖では琵琶湖大賞という G1、他にもゴールデンウィーク、お盆、新年には地元の滋賀支部選手が集まる地元戦が行われているぞ。そういえば滋賀支部所属の遠藤恵美選手はボートレース史上初の女性 SG 優勝選手なんですよね。そうなんだ。琵琶湖の誇りだよな。ここからはボートレース場に着いたらどうするかについてだ。まずボートレース場に着いたらあるものを手に入れるんだ。なんだと思う？僕に聞いてます？そうだよオリバー君、君だ。まあボスボスじゃない。まああれですよね。レース場着いたらやっぱね、剣を買わなきゃダメなんじゃないですか？船券のことだな。船券。いや、それだと問題にならないじゃないか。何か別のことが必要ってこと？そう、なんだと思う？なんだろう、あれかな。
こう情報誌みたいな、こう選手の情報とか書いてあるやつ。大正解。それがおやった。出走表っていうやつなんだ。あ、出走表って言うんだ。そうボートレース場に入ってすぐに置いてあったり、今だとネットでも見れたりするんだぞ。なるほど。その日どんなレースがあって誰が何号艇なのかが分かる1日のプログラムだな。なるほど。確かに何号艇か調べたり、そういったコンディションを調べることでレースがかなり予想が有利になるかもしれませんもんね。そうなんだよ。出走表はもちろん琵琶湖のホームページでも確認できるぞ。現地にあるものと同じものが PDF でダウンロードできるんだ。さあ PDF。そうなんだよ。さあそんな出走表を見て今日一日どのレースで勝負をかけるか考えるんだ。そしてその出走表を持ってまず見る場所があるんだけど、どこかわかるかな。なるほど。これは2択なんですよね、僕。2択なんだ。あ、 2択。まず1択目は、その船の確認、ボートみたいなね。ボート自体のそのコンディションの確認かなっていうのと、もう一個は、はい。いや僕こっちの気がするんですけど、そのフィールドというかレース上のコンディション、波がすごいとか、そう水かな、水のコンディションかなって思うんですけど、どっちかな、どっちが大事だ。いやでもマシンの方が大事な気がするな。マシンで。惜しい。先生先生じゃない、オリバー君、正解は水面なんだよ。じゃあ2択は合ってたんだ。そう張ってたんだ。悔しい。惜しいな。ボートレースは風や波の影響を受ける競技だから、まずは水際に行って今日は向かい風で外側の船にチャンスがあるなーとか、追い風だから内側の1号艇が硬いなーとかを見るんだよ。なるほど。追い風とかそれでもうかなりもう全部変わってしまうんですね。そうなんだよ。他にも琵琶湖は淡水だから浮力が少なく体重の軽い選手が有利だったり、冬は北東からの風が吹き、春は雪解け水の影響で水量が上がることや、琵琶湖の観光船の影響でうねりが出ることがあるから、そこら辺も注目だ。うねりがあるとレース展開も変わるんですか？うねりがあるとターンが乱れたりするから内側が不利になったりするんだ。観戦するときはそんなターンが間近で見られる第1ターンマーク付近でレースを見ると迫力満点でおすすめだぞ。一番の勝負ポイントですもんね。さあそろそろ今日の授業はおしまいだ。今日教えた内容は概要欄にあるリンクから確認できるから、しっかりおさらいするんだぞ。今日の授業は先生どうだった？いやー素晴らしかったです、レインくん。やっぱりあれですね、僕はやっぱりこのことに関しては素人ですので本当に勉強になりました。いやーレインくんの教授もとても様になってましたよ。ありがとう先生。いや私も改めておさらいできてよかった。それじゃあ今日のまとめはこちら。次の講義では出走表の見方を教えるぞ。それではさようなら。さようなら。